こんにちは。整理収納アドバイザーの七尾明子です。今回は大容量の収納が使いこなせず、床置きだらけになってしまったリビングのお片付けビフォーアフター事例についてご紹介します。このチャンネルでは収納や片付けを中心とした暮らしに役立つ情報を発信していきますので、ぜひチャンネル登録をよろしくお願いします。今回お伺いしたのは2階建ての戸建てに5人家族でお住まいのお宅です。リビングには大容量のテレビ台収納をお持ちでしたが、うまく使いこなせずお悩みだったこちらのお宅。ママ以外のご家族にはそれぞれ個室がありましたが、ご家族がリビングに持ち込んだ小物やママの本や趣味のもの、ご家族共用の小物などが溢れ、床にまで大量に物が溢れた状態になってしまっていました。では、今回のお宅のリビングのビフォーの状態をご紹介します。ソファーの前には大容量のテレビ台をお持ちだったものの、うまく活用できず、テーブルの上には大量の小物が置かれてしまっています。さらに、テーブルとテレビの間の床の上にも大量のものが置かれています。そのため、せっかく大容量のテレビ台収納があるにもかかわらず、手前側の収納以外は床置きが邪魔でほとんど出し入れできない状態になってしまっていました。こちらはテレビ台上段左側の扉収納の中身です。一番玄関側の扉収納には主に領収書などの書類が入っていましたが、かなりパンパンに詰め込まれた状態になってしまっています。また、その右側のテレビの上のスペースは主にマスクや救急用品が収納されていましたが、他のものも混在していて用途が不明確な状態になってしまっていました。こちらは左側真ん中の扉収納の中身です。ここにはバインダーなどの文具や爪切りなどご家族がよく使う小物が収納されているほか、救急用品も収納されていて、救急用品はここ以外にもあちこちに点在しているご様子でした。そしてこちらはテレビの上の段の一番右側の収納スペースです。ここには主に住宅関係の書類が収納されていましたが、ほとんど出入りのない長期保管の書類がほとんどのようでしたので、位置はここでなくても良さそうでした。そしてこちらは一番上の段の右側2箇所の扉収納の中身です。こちらはかなり高さがあって踏み台がないと届かないため、比較的スペースに空きがありましたが、中にあるものはあまり動いていないご様子でした。続いてこちらは最上段の一番左側のスペースです。こちらはご家族のアルバムが収納されていましたが、アルバムの量がかなり多いため、ここに収まりきらないアルバムもテレビ台周りに点在しているご様子でした。また、こちらのテレビ台は左側下段に小さい引き出しが5箇所ついている構造になっています。ここには主に文具を収納されているようでしたが、関係ないものもいろいろ詰め込まれ、どこに何があるかわからない状態になってしまっています。こちらはそれ以外の3つの引き出しです。ここにもいろいろな小物が詰め込まれているほか、右下の引き出しはお子さん2人とママのハンカチを収納しているスペースになっていましたが、3人分が混在しているため、自分の分が探しづらいことにお困りのご様子でした。そしてこちらは右側下段の扉収納です。ここにはご家族の DVD などがごちゃっと収納されてしまっています。さらにこちらのお宅ではテレビ台の奥にも収納家具を置かれています。このキャビネットの上に置いた扉付きの棚の上にはお菓子があり、こちらは稼働しているようでしたが、その他のスペースはあまり動いていないものが多いご様子でした。こちらはキャビネットの中身です。ここはもともとお子さんのスペースとして用意してあげたものだそうですが、テレビの奥でアクセスが悪いこともあり、現在はほとんど稼働していないご様子で、すでにお子さんたちは中学生になっているにもかかわらず、小さい頃に使っていたものがまだ残っているようでした。こちらはキャビネットの右側のスペースです。こちらも主にお子さんのものが入っているようでしたが、その他のものも混在していてうまく活用できていないご様子でした。また、リビング側だけでなく、ダイニング側もかなり物が溢れてしまっている状態でした。収納家具はダイニング横にも扉付きのキャビネットが置かれていて、テレビ台の奥よりはこちらの方が場所的には出し入れしやすそうでしたが、あまりうまく活用できていないご様子でした。このキャビネットの左側2マスには
ママの本や推しグッズが収納されているようでした。ですが、こちらは日常的に出し入れはあまりしないそうなので、置き場所はここでなくても良さそうでした。このような状況を踏まえて、お手持ちの収納家具を活かしつつ、ご家族の小物がわかりやすく収納できる状態を目指して作業をスタートしました。では、早速作業に取り掛かります。今回は午前中に主に床置きのものや奥のキャビネットの整理に着手することにして、午後にテレビ台の小物を整理する流れで行いました。まずは一旦テレビ周りにあるものをどかしてスペースを確保してシートを敷いてから寄せたものを一別に分類していただきます。床置きのものを一通りシートに乗せ終えたら、早速奥のキャビネットの中身を全部出ししていきます。キャビネットの上にもかなりいろんなものが乗っていたので、こちらも一旦下ろします。そうするとかなりスッキリした状態になりました。テレビ横のキャビネットの中身を一通り出したら、今度はダイニングテーブル横の棚にあったママの本や推しグッズを一旦出します。また、いろいろ全部出ししていくと、お子さんの学校の写真でアルバムに入れられていないものがあちこちから出てきました。こちらもママが作業しやすいように一箇所に集めて、未使用のアルバムと一緒に収納しました。開けたダイニング横のキャビネットの2つのマスには、ご家族共用の書類を置くことにしました。もともとご家族共用の書類はテレビ台の一角に入っていましたが、位置的にダイニング横の方が出し入れがしやすいとのことだったので、これを機に移動することにしました。こちらが一通り移動させたところです。もともとテレビ台ではかなりぎゅうぎゅうの状態だったため、入りきらない分が別の場所に点在したりもしていましたが、2マス分スペースが確保できたため、ゆとりを持って収納できるように改善しました。続いて、テレビ台の中身も全部出しして見直していきます。物が出せるスペースに限りがあるため、右側から順にお客様の整理スピードを考慮しながら少しずつ出していきました。もともと右側の上から2段目にあった長期保管の書類はほとんど出し入れがないため、右側最上段に移動しました。最上段の真ん中の扉収納スペースは真ん中の棚板をなくしてアルバム収納スペースに変更しました。アルバムがかなりたくさんありましたが、このくらいスペースがあれば十分収めることができました。続いて一番左端の上から2段目のスペースも見直していきます。ここにはもともとご家族共有の書類が詰め込まれていましたが、先ほどご紹介したように共有の中期書類はダイニング側に移動することができたため、空いたスペースに封筒やクリアファイルなどの大きめの文具を収納しました。少しずつ物の配置が決まってきましたが、まだまだ小物の量は膨大にあります。この日はお子さんたちが午前授業だったため、午後からは中学生の2人のお子さんも物の整理に参戦。なんでこんなのあるの？これもう全部捨てよと、ママの物の整理を後押ししてくれました。小物類で特に量が多かったのは救急用品です。あちこちに点在していたり、出し入れしづらい救急箱に収納されていたりしたため、お手持ちのカゴや紙袋で種類ごとに分けながら仮収納してきました。また、他にも集めてみたら膨大な量になったのがケーブル類です。これもお子さんがケーブルありすぎじゃないと驚く量でした。最終的には種類ごとに分けながら量を減らしていただく必要がありそうでしたが、今回は時間の都合から一旦整理は後回しにして一箇所にまとめるところまで作業しました。そして終盤戦に突入したところで引き出しの中身にも着手していきます。これも出していくとかなりいろいろなものが混在していて、特に電池は点在していたものを全部集めたらかなりの数になりました。これにはお客様もないと思って買ったのにこんなにあったなんてと驚かれていました。ちなみにお子さん2人とママのハンカチ類は中学生の娘さんに分類と収納をやってもらいました。するととても綺麗に畳んでくれて、娘さんは物の用不要の判断も早かったため、実はお片付けの才能がなかなかありそうでした。では早速今回のビフォーアフターの様子をご覧ください。まずはリビング全体のビフォーアフターです。テレビ台の前の床置きがなくなり、かなりスッキリした状態に改善できました。テーブルももう少しコンパクトなものに買い替え予定だそうで、
そうするとさらにスペースが広く感じられそうですね。こちらは横から見た様子ですが、床にも何もなくなってすっきり。奥のキャビネットにも以前よりアクセスしやすくなりました。こちらはテレビ台左側の上から2段目です。取り出しやすい一番左側には封筒などの文具のほか、ご家族がよく使う小物が入った小さい引き出しを配置。その右側の扉収納は上の段にマスクとカイロ、その下に救急用品をまとめました。救急用品は種類ごとにラベリングもしていますが、今後ケースも揃えていただくと見た目もさらにスッキリできそうです。こちらは左側の真ん中のスペースです。実はこちらのスペースはお子さんたちのために中身を空っぽにしています。普段リビング周りにお子さんのものがちょい置きされがちとのことだったため、上段、下段、それぞれお子さんのものの一時置きスペースとして確保することで、リビングに残したいものもテーブルや床に置かなくてもここに一時置きできるようにしました。続いてこちらは最上段の右側2箇所の扉収納です。一番右は住宅関係の長期保管書類。真ん中はご家族のアルバムコーナーとして役割を見直しました。そしてこちらは最上段一番左側の扉収納です。こちらはアルバム以外の思い出品を収納するスペースにさせていただきました。そして一番右側の上から2段目は長期保管の書類が移動できてスペースが空けられたため、上には工具関係の小物、その下には掃除用品をまとめました。続いては左下の引き出しです。こちらは改めて文具類の収納スペースとして役割を整理し、お手持ちのケースを使って種類ごとに収納しました。電池も種類ごとにまとめ直したので、必要な種類がすぐに探せるように改善できました。そしてこちらはそれ以外の3箇所の引き出しです。先ほどご紹介したハンカチ収納の上の段は、パパのリビング周りに置いておきたい小物の収納スペースとして確保。そして左側の一番下の段は、分類に困った小物が置ける何でもスペースにすることで、あちこちに物が混在するのを防げるようにしました。そして右側の一番下の段の扉収納は、ケーブル類や小型家電の収納スペースにしました。続いてテレビの奥のキャビネットの全体のビフォーアフターです。かなりちょい置きだらけでごちゃっとした状態でしたが、置くものを厳選したことでだいぶスッキリしました。こちらはキャビネットの左半分の中の様子です。お子さんのものをなくしてママのスペースに変更し、右の列に推しグッズ、左の列にその他の本や書類をまとめたことで、出し入れしやすくわかりやすい収納に改善できました。そしてこちらはキャビネットの右側のスペースです。こちらは整理予定の写真やアルバム、思い出グッズなどをママの小物が収納できるスペースにしました。では、今回のお片付けのポイントについてもご紹介します。今回のポイントは、使い勝手を考えてスペースごとの役割を決めるということです。今回のお宅では大容量の収納家具をお持ちでしたが、それがうまく使いこなせず、物があちこちに点在してしまっている状態でした。それを取り出しやすい引き出しは、ご家族がよく使う小物のスペース。玄関に一番近い場所は、お子さんのものの一時置きスペース。ダイニング横のアクセスしやすい場所は、ご家族共用の動きのある書類コーナーとして役割を整理。逆にやや動線が遠い奥のキャビネットは、ママの推し活グッズなどの小物コーナー。高さがあって取り出しづらいテレビ台上段は、出入りが少ないアルバムや長期書類のコーナーにしました。このように収納家具はスペースごとに動線や取り出しやすさを考えて、どこに何を置くかを考えると管理しやすく、ご家族でも出し入れがしやすくなります。
では、最後にお客様からいただいたご感想を紹介します。片付けが苦手で、収納棚も上手に使えず、床に物が置いてあるのが日常の風景になってしまっていました。なんとかしたいと思い切ってプロにお願いしました。収納棚のものを全部出して量に驚きました。ケーブルは大量にあり、用途がわからないものもありました。不要品も大量にあり、処分して棚もすっきりしました。紙袋を使った即席の収納ボックスは驚きです。大きさも自由に作れて、不要になった時の処分も簡単です。棚の中はそれぞれの場所がわかりやすく、子供たちもきちんと戻せています。この度は誠にありがとうございました。お子さんたちも使ったものをちゃんと戻せているとのこと、とても素晴らしいですね。いかがでしたか？収納家具の使い方を見直したことで、使い勝手も大きく改善できましたね。最後に、この動画を気に入ってくださった方は、チャンネル登録とグッドボタンをぜひお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。